先か。皆さんこんにちは。안녕하세요。風花です。12月に入りましたね。2023年も終わりが見えてくる今日この頃です。1年が早いですよね。さて今月は前半はリクエスト曲、後半は韓国のクリスマスソングや賛美歌を紹介する予定です。来週月曜日にはトーク会でスウォン旅行の話をしたいと思っております。本当はですね、今週トーク会を入れるつもりだったんですけれども、スウォンの歴史について調べてるうちに歴史ドラマのイさんを見始めてしまってですね、時間が足りなくなってしまいました。今週話す内容をまとめますので、また来週のトーク会もぜひ楽しみにしていてください。以前韓国にはコインノレバンという方式のカラオケがあるという話をしたと思うんですけれども、今回の旅でもコインノレバンに行ってまいりました。まず韓国語でカラオケはノレバンというんですね。ノレが歌でバンが部屋という意味なんで、歌の部屋っていう意味でカラオケなんですね。日本だとカラオケは1時間でいくらという感じで時間制ですけれども、韓国は時間制と曲数制の両方があるんですね。コインノレバンというのは曲数制で、カラオケの機械の横にお金を入れるところがあって、そこにお金を入れると決められた曲数を歌うことができるシステムです。コインノレバンでも時間制で歌いたい場合は受付でお願いすると時間制で使うこともできるようですね。私はミョンドンにある K-POP 練習室というコインノレバンに何度か行っているんですが、そこは1000ウォンで2曲歌えるんですね。でも韓国語の先生曰く、ここは観光地価格で少し高めの設定だそうです。1000ウォンで3曲のことが多いと聞きました。でもミョンドンに宿泊している場合はとってもアクセスが良くて、ここは音質もいいのでおすすめです。そして韓国のカラオケは歌い終わると勝手に点数が出てくるんですよ。別に採点をお願いしてるわけじゃないんですけど、自動的に採点されるんですね。そしてなんと今回初めて100点が出ました。私は日本のカラオケでも100点は出たことがないので驚きましたね。この時はイムジェボム先生の公平、国会っていう意味なんですけれども、漢字では告白の国に回答の回と書きます。でこの曲を歌ったんですけれども、この曲はですね、日本のカラオケに入ってないんですよ。そしてこの曲を歌いたくて5年前にプサンで韓国のカラオケに初めて行ったんですね。でこの曲がきっかけで韓国のカラオケに行くようになったので、とっても思い出の曲だったんですね。そして今回のカラオケではイムジェボン先生ご本人のライブ映像が画面に出てきてですね、すごくかっこよかったんですよ。それを見ながら歌ったのが良かったかもしれないですね。ちょっと気合が入って100点につながったのかもしれないです。さて今月の第1週目はイ・ソラさんの最初の漢字そのままに처음 느낌 그대로という曲をカバーして紹介します。こちらは YouTube のコメントで韓国の方からリクエストをいただきました。チャン・ヘジンさんの1994年ある遅い夜という曲を紹介した時に、正統派バラードで旋風的な人気を博した女性歌手といえばイソラさんです。先生が歌うイソラさんの曲も聴いてみたいですというコメントをいただきまして、この曲をリクエストしていただきました。韓国の方から初めてリクエストをいただいて大変嬉しいです。私も一生懸命練習はしているんですけれども、やはり外国人なので韓国語の発音は不足していると思います。特にバラードは歌詞が重要ですから、発音がおかしかったら聴いてる人は曲に集中できないと思うんですよね。ポッドキャストは日本語が理解できる方に向けて、YouTube は世界や韓国の方に向けてそれぞれ発信しているんですが、すでに韓国には素晴らしいネイティブの歌手がたくさんいますからね。外国人が足りない発音で歌うバラードなんか誰が聞くんだろうなっていう自問自答は自分の中に常にあるんですよ。
でもちろん自分がすごく好きで楽しんでやっているんですけれども、これ私が歌う意味あるのかなって思うこともあるので、今回リクエストをいただけて非常に勇気づけられました。ありがとうございます。ではまずイソラさんの基本情報から紹介していきますね。イソラさんも韓国を代表する現役ながらレジェンド級のバラード歌手のお一人です。イソラさんは1969年生まれの現在53歳でいらっしゃいます。1992年にドラマの OST でデビューして、瞬く間にその特徴的な歌声が話題になって、1995年に第1週アルバム난 행복해私は幸せというアルバムで正式にソロデビューするんですが、なんとこの第1週から100万枚以上を売り上げて、つまりミリオンセラーを記録するんですね。今日カバーする曲처음느낌그대로最初の感じそのままにも第1週アルバムに収録されているタイトル曲のうちの1曲ですね。私はこの曲のヒットをリアルタイムには知らないんですけれども、キム・ボムスさんがアゲインというリメイクアルバムの中でこの曲をカバーしていて、そのボムスさんの音源をよく聞いていましたね。ちなみにこのボムスさんのアゲインというアルバムにはチャン・ヘジンさんの1994年ある遅い夜ですとか、トイフィーとキム・ヨヌさんの僕が少しの間君のそばで生きていたことをという曲のカバーも収録されていて、私がよく番組で紹介している曲がいっぱい入っているアルバムですのでおすすめでございます。イソラさんはとにかく声が特徴的なんですね。彼女が一言歌い始めただけで世界が変わって、イソラさんの世界に引き込まれるような歌声をしています。発声はですね、声を前に出すっていうよりかは内にこもって全身が鳴るような響きなんですよね。特に高い音は頭の後方に抜けるような若干声楽的な響きも感じます。柔らかくて切ない響きがバラードとよく合うんですよね。鼻にかかるような響きが特徴なんですけれども、A メロでは胸に響かせて息混じりの低音もよくなるので、おそらく声帯が大きいっていうか長いんだと思いますね、この方は。イソラさんの歌声は持って生まれた声帯とフィジカルによる部分が大きいので、なかなか他の歌手が真似しようと思ってもイソラさんのような音色で歌えるっていうものではないと思います。いわゆる超絶技巧的なことはしないでですね、とにかく美しい響きでメロディーと歌詞を紡いでいくように丁寧に歌う歌手です。歌に対する集中力が非常に高くて、没入するように歌っていらっしゃいますね。イソラさんといえばやはりバラードが有名なんですけれども、アルバムをいろいろ聴いてみるとですね、ジャズですとかあとロックなんかにも挑戦されて、結構いろんなジャンルを歌いこなせる歌手だと思います。イソラさんは1996年から2002年まで KBS の深夜音楽番組イソラのプロポーズというご自身の名前がついた番組に出演していたんですね。そしてこの番組はユ・ヒヨル先生のスケッチブックの前身なんですよ。正しくはイソラのプロポーズ、ユンドヒョンのラブレター、イハナのペパーミント、そしてユ・ヒヨルのスケッチブックと、この枠がね引き継がれているそうですね。でさらにイソラさんの前はイ・ムンセ賞という番組でイ・ムンセ先生が担当していたそうなんですよ。なんとも豪華ですよね。私の好きな歌手たちがずっと枠を引き継いでいるということです。イソラさんは非常にライブを大切にする方なので、ご自身の番組にリップシンク、つまり口パクで出演する歌手が許せなくて、よく制作側と衝突することがあったようですね。歌手ならば自分の声で歌うべきだろうという信念があったんだと思います。それだけ意志が強くて自分のスタイルを持っているからこそ、歌声の説得力もあるのかもしれないですね。では続いて今日カバーする曲の歌詞の内容紹介に入っていきます。イソラさんはご自身でほとんどの楽曲を作詞されています。作曲はいろんな方が関わっているんですけれども、歌詞はご自身の経験や感情を込めて書いているそうですね。
今日カバーする曲最初の漢字そのままには作曲をキム・グァンジンさん、作詞をイソラさんが担当しています。歌詞の内容は好きな人に思いを伝えたいのに素直になれないという気持ちが歌われています。今日は1番の歌詞を紹介しますね。남다른 길을 가는 내게他の人とは違う道を行く私に넌 아무 말 하지 않았지? あなたは何も言わなかったね。기다림에 지쳐가는 거待つことに疲れていくこと다 알고 있어. 全部わかっているよ。아직도 가야 하는 내게まだもっと行かなければならない私に너 기대할 수도 없겠지. あなたは期待することもできないよね。그 마음이 식어가는 거その心が冷めていくこと난 너무 두려워. 私はとても怖い。という始まりなんですね。二人の気持ちが同じ方向を向いていなくて、すれ違いが生じてしまっているような状況が描かれています。そして次がサビの部分の歌詞ですね。어제 널 보았을 때昨日あなたを見たとき눈 돌리던 날 잊어져目をそらした私を忘れて내가 사랑하면私が愛したら사랑한단 말 대신愛しているという代わりに차갑게 대하는 걸 알잖아. 冷たくすることを知っているじゃない。오늘 널 멀리하며今日あなたを遠ざけながら혼자 있는 날 믿어줘. 一人でいる私を信じて내가 차마 내게 할 수 없는 말私がどうしてもあなたに言えない言葉그건 사랑의 처음 느낌 그대로 それは愛してる最初の漢字そのままにという歌詞です。なんか自分に対するもどかしさも同時に歌われている感じですよね。そして二人の関係が遠くなってしまう不安が歌われています。では曲を聴いてみてください。イソラさんの最初の漢字そのままに처음 느낌 그대로という曲をカバーしました。はい、いかがでしたでしょうか。今回のカラオケ音源はピアノとシンセサイザーとドラムの音が入っています。イントロの部分はオルガンっぽいシンセサイザーの音を重ねて弾いていますね。この曲はいろんな歌手がカバーしている曲で、もっと静かにピアノ一本で歌っている歌手もいるんですけれども、今回は原曲の雰囲気に似せて結構しっかり声を出して歌ってみました。ロングトーンが多くて体力も必要な曲なんですけれども、個人的には結構歌いやすかったです。私も結構元々の声が後ろに響く声なので、イソラさんの楽曲との相性が良かったのかもしれないですね。そんなわけでリクエストをありがとうございました。今日 YouTube に歌ってみた動画が上がります。 YouTube の方は韓国語歌詞を動画内に表示しています。その他の外国語字幕は YouTube 字幕でお楽しみください。概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも英語でも大丈夫です。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。結構噛んでしまった。